田ギングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回は新型 M1 チップ搭載の iPad Pro ですね。11インチ1ヶ月使ってみた感想をですね、正直に、お話ししたいと思います。こちらですね。はい。前半はですね、主に、外観のレビューですね。デザインとか部分で使ってみて、感じたことをね、お話ししたいと思います。で、後半は、性能ですね。中身の方のレビューですね。1ヶ月使ってみてね、と感じたね、ここがいいなっていう思った点と、悪いな、これちょっといまいちかなって思った点、3つずつぐらいね、お話ししたいと思います。で、最後はですね、1ヶ月使ってみて、こんな人にはね、この M1 の、iPad Pro おすすめなんじゃないかだったりですね、逆にこういった人にはね、ちょっとおすすめできないかなみたいな、向かないんじゃないかなっていうところが見えてきましたので、購入ね、ちょっと迷っている方とかの、参考になればと思います。こちらのチャンネルで Apple 製品をはじめとするリーク情報だったりですね、賢い買い方ですね、だったりガジェットのレビュー動画っていうのを定期的にアップしておりますので、ぜひチャンネル登録していただいてですね、最新情報を受け取ってもらえればと思います。いつもご覧になっている方の15% ほどの登録ということなので、チャンネル登録していただければ非常に、ね、励みになります。また登録していただくとですね、随時お得なね、Apple 製品とかはじめとしたセール情報をですね、コミュニティ欄っていうのね、こちらの方で見れるようになりますので、じゃあまた通知ベルとかね、一番右のベルをオンにしてもらうとですね、確実に届いたりしますので、ぜひね、通知ベルもオンにしていただければと思います。で、まずはね、外観の方の、レビューになるんですけども、デザインに関しては、2020年モデルとね、同じで、平らでね、こう、フラットなデザインのままなんですけど、はい。11インチはね、結構5.9 ミリと非常にね、こう薄いので、あと角がね、結構丸かったりして、持ちやすかったり、しますので、非常にね、使いやすいかなと思いますね。タブレットの形としては本当にもう最終形態に近いというかね、近いものになってるんじゃないかなと思います。で、続いてディスプレイですね。画面について、なんですけども、はい。リキッドレティナディスプレイというね、こちら、液晶ディスプレイにはなるんですが、というのも非常にね、十分綺麗かなと思います。12.9 インチのね、大きい方のプロの方には、ミニ LED ディスプレイというね、さらに綺麗なもの、搭載されてはいるんですが、普段使いのね、部分であれば、特に明るさとかね、見た目に関してはそんな変わらないので、そんな大差ないんじゃないかなってね、思いますね。でまた、120Hz、滑らかな動きをしてくれますので、タッチしてね、こう使ってても、結構こう自分のね、手にこう吸い付いてくる感じですよね。っていう感じが、あるので、この辺はさすが iPad Pro かなっていうね、ところは感じましたね。なのでやっぱこう Apple Pen ね、ペンシルとかでメモを取ったりとかするときもですね、非常にこう吸い付いたような感じですね。本物の本当に紙にこう書いてるようなね、イメージで、できますので、非常にこれおすすめなんじゃないかなと思いますね。はい。またやっぱ Face ID とかね、これやっぱめちゃめちゃね、便利ですね。iPhone の場合とかだと、やっぱ外でこうマスクつけてこう見るとね、なかなか使いづらいっていうね、認証してくれないとかあるとは思うんですが、タブレットはね、やっぱ外でこう、そんな持ち歩いてね、使う場面でなかなか少ないと思うので、座って使うね、やっぱね、自宅でこうゆっくり使ってとか、カフェで座って使うとかね、場面が多いと思うので、やっぱりそういったところはね、Face ID が便利かなと思いますね、やっぱり。やっぱ MacBook とかと比べても、画面がついてすぐこう認証されるっていうのがあるので、非常にね、MacBook とかにね、本当にこれ搭載してほしいなって思うぐらい、非常にやっぱ便利だね、スムーズなんですよね。なんでやっぱ iPad Pro の使いやすい点がね、Face ID というのはやっぱこれ一つなのかなと思いましたね。あとインカメラ性能というのもね、こちら向上してまして、超広角の12メガピクセルですね、カメラが搭載されまして、あとセンターフレームっていうね、新機能があるんですけども、自動でこう追尾したりとか、画角をね、広げてくれたりするんですよね。ただこのカメラアプリに関しては、ただ今のところカメラアプリとかでその動画撮影っていうのをね、そういった形では使えないんですけども、例えばFaceTime とかですね、あとZoom とか、あと Teams かな、マイクロソフトのなんかビデオ会議のアプリとか、そういったものでは対応がね、こう設定画面で見ればわかるんですけども、センターフレーム対応してたりするので、会議とかそういった場面でも使えるかなと。あとYouTube のこのライブ配信とか、そういった形でも使えますね。ただね、ちょっと横向きでやっぱ使うとカメラ位置がやっぱ左にあるんですよ。左にあるので、なんかちょっと目線がね、変な感じになるんで、ここはちょっと気になりましたね。パソコンもやっぱりどうしてもこの上の部分にカメラがあるんで、自然なね、目線で撮れると思うんですけども、これにちょっと改善してほしいなっていう思うところですね。ただもちろんオンライン会議とかでも全然、使えたりはしますね。はい。で、またスピーカーについてなんですけども、iPad Pro にはですね、上下に
2つですね、上に2つ下に2つで上下に全部で4つ、スピーカーがついているので、結構やっぱり臨場感あるし、音質もそれなりにね、なかなか良かったりしますね。はい。あと最大音量とかね、大きいんですよね。なので、映画とか、ネットフリックスとかですね、動画とか見る際に非常に迫力があってね、非常にいいんじゃないかなと思います。MacBook Air とかと比べても、最大音量とか、もう一度やっぱり iPad Pro の方がいいなと思いますね。はい。ちょっとよかったら比較してみたので、どうぞ。ということでいかがだったでしょうかね。はい。ぜひ、感想の方ですね、コメント、概要欄の方ね、コメント欄からコメントいただければと思います。あとね、白色のこのマジックキーボードっていうのをね、今一緒に使ってるんですけども、11インチなので、ちょっと普通のね、フルサイズキーボードと比べるとちょっと小さめで、大丈夫かなっていうところもあったんですが、非常にこれがね、意外と、なんか使いやすくて、MacBook と本当同じような感覚でね、こう、タイピングできるというか、打鍵感ともね、打鍵感もね、ある程度あって、やっぱり本当パソコンのようにね、使いたいみたいな方に非常に結構、ね、おすすめなんじゃないかなと思います。なかなか値段もね、2、3万円ぐらいするんで、高いんですが、正直でも買う価値はやっぱあるかなって、ね、思いましたね。トラックパッドとかに関しても、ちょっとやっぱ Mac よりはね、こう小さめではあるんですが、意外とね、そんな不便になったことはね、不便だなっていう感じたことはなかったので、Mac ユーザーであれば非常にこうね、なんていうか自然な感覚で非常に使えるのかなと思います。また、端子に関してもマジックキーボードをですね、こっちの、左側にですね、穴がもう一つあるので、例えばこっちに、充電しながら、例えば外部の SSD とか、つないで使うとか、そういったこともできますね。ただこのマジックキーボードの方はそのデータ転送っていうのはね、対応してないので、本当にこっちは充電のみっていうことですね。そこはちょっと注意が必要なんですけども、あとはね、皆さん気になるちょっとこの白色、綺麗でいいんですけど、非常に汚れやすいんじゃないかなって、気になる方もいると思うんですけども、1ヶ月使ってみた、結果、どうなったかと言いますと、なんと汚れは、今のところはついてないです。はい。大きな汚れなんですけどね。細かいのはちょっとはあるんですけど、そんな気になる感じではないかな。はい。例えばこうトラックパッドね、この手の置く場所とか横側ですね、ちょっと汚れやすいんじゃないかなと結構タイピングとかしてみたんですけども、今のところ大丈夫かなっていうところで、おそらく汚れるとしたらこのやっぱ裏側とかですかね。はい。今のところ大丈夫なんですけど、裏側とかをあとこの縁とかはちょっと茶色くなってるんですが、裏側でやっぱりね、こうやっぱ動かす動作ってね、やったりする方もいると思うんですけど、こういった動作で結構傷がビーンってね、ついちゃうことはあると思います。かなりね、僕気をつけてね、使ってるので、大丈夫っていうところなんですけども、ただやっぱこういった汚れってね、いやつくのは気になるな、なんかそんな神経質になれないなっていう方はね、やっぱブラックモデルでね、絶対買った方がいいと思います。黒い傷とかつくのね、かなりやっぱね、白色なんでめちゃめちゃ目立ちますね。なんでちょっと覚悟をして買ってもらえればと思います。で続いてはですね、中身ですね、性能の方のレビューにいきたいと思うんですが、まずはですね、このギークベンチスコア、のを測ってみました。一応測ったりはしたんですけど、やっぱりね、こうタブレットとは思えない性能というか、M1 チップ入ってるっていうのもあるんですが、CPU にしては、シングルコアがですね、1708、マルチコアで7126ですね。今回のモデルがね、さっき言ったように MacBook とね、同じ CPU ですね、M1 チップが搭載されてるんですが、なかなかね、結構サクサクってね、感じは受けましたね。はい。もともと iPad ね、もともとiPad のチップだったんで、M1 も。続いてはGPU ですね。このグラフィック性能なんですけども、ここもなかなかね、やっぱりなかなかのものだということで、動画編集とか画像編集ですね。あとゲームとかでこれ重要になってくるところなんですが、これもね、メタルスコアってもので測れるんですけども、これもめちゃめちゃね、高いですね。2万ね、だいたい僕測ったの2万1209っていうスコアなので、正直この M1 の MacBook Air とかよりも全然いいスコアですし、だいたい M1 の MacBook Pro ぐらいのね、数値になってますね。はい。それがこの薄いね、個体の iPad Pro で出るのがすごいんですけども、ただね、残念なのがこんだけ性能が良いのに、それを活かせるアプリが全然ないっていうのがね、どういうことって感じなんですけども、動画編集の本当ルマフュージョンっていうね、アプリがあるんですけども、本当にね、それぐらいですかね。
こういった形で、ルマフュージョンで、本当書き出しとか、もうそれぐらいしかね、4K の編集とかも全然いけますし、それぐらいしかないんですよね。なんで、プロ向けアプリの対応に今後ちょっと期待するしかないっていうところはあります。はい。で、続いてはですね、1ヶ月、M1 iPad Pro を使ってみて、ここがやっぱ良かったなっていう点と、いやー、ここちょっといまいちかなっていうところですね。ちょっと3つずつぐらいね、お話ししたいと思うんですけども、普段は僕はM1 の、MacBook Air っていうのをね、こちらメインで、使ってたりしますので、こことの比較ですね。にはなります、基本的には。なんで、ここ1ヶ月は本当 iPad Pro を、基本的にメインにして、頑張ってみました。はい。で、まずね、使ってみて良かったけど、1つ目としては、やっぱテキスト作業とか、資料作成に関しては、やっぱめちゃめちゃね、使いやすいなと思いました。やっぱおそらくやっぱ iPad とかでこうやって活用される方が結構検討されてるのがちょっとパソコンの代わりみたいな感じでね、資料作成と考えてる方もやっぱ多いと思うんですよ。サイズ感とかもそうなんですけどね、持ち運びやすいとかもそうなんですけど、やっぱね、テキスト入力に非常にね、長けてるというか、打ちやすい。マジックキーボードがあるっていうのもあるんですけど、僕の用途としてはやっぱ日々のね、YouTube とかですね、ブログも一応まだ、あんま更新してないですけど、管理っていうのは Google のスプレッドシートっていうね、アプリでですね、Excel みたいなやつですね。で、管理してるんですけど、データをこう閲覧したりとか、で、データをね、入力したりしてるんですけど、そういうのはね、めちゃめちゃやりやすいですね。はい。やっぱ特に、で、マジックキーボードとか、やっぱこういうのついてると、やっぱ手軽にやっぱ使えたりするんで、やっぱデータチェックしたりとか、あとメールの返信とかもね、非常にやりやすいかなと思いますね。この辺に関しては結構やっぱ iPad がね、なんか使いやすいなって、Mac よりもいいなっていう感じはしました。結構やっぱパソコンってね、こうやってパーンって開くのってね、なんかちょっと億劫な時ないですか。タブレットだとね、なんかわかんないけど気軽にできちゃうんですよね。これなんか不思議なんですけど、はい。僕はなんでYouTube のね、この台本をですね、スプリットビューとか言って、スプリットビューにして、半分メモにして、こっちはYouTube みたいな形にして、こういった形で結構台本作ってたりするんですけども、で、バックグラウンドでYouTube ミュージックとかね、つけて、あとこう横からね、こうなんかこう出してきたりとかできるんですけど、バックグラウンドの音楽を流しながらとか、やったりします。機能がね、Mac とかと比べたらやっぱり画面はね、ちょっと限られる感じはあるんですけども、限られてるからこそ逆に台本書いたりとかね、メモしたりとか非常になんか集中できるかなっていうところはありますね。で、続いて良かった点2つ目はですね、さっきも言ったんですよ、軽いし、やっぱね、持ち運びがしやすいっていうね、ところですよね。やっぱ11インチモデル僕買った理由は、やっぱり持ち運びやすさ、使いやすさ、この手軽さにあるんですよ。MacBook Air は MacBook Air といえどもね、やっぱ 1.3 キロぐらいあるのって、やっぱ単純に結構ね、でかいんですよ、大きさが。本当にサイズやっぱ単純にね、MacBook とか比べてもやっぱ小さいので、いいなっていうところかな。はい、バッグとかでね、やっぱ収まりとかもね、いいですね。あとは、MacBook とかと、持ち運んでですね、外部ディスプレイ、サイドカーとして使ったりもします。こうサイドカーっていうのが、これ MacBook ね、要するに外部ディスプレイとして簡単にこうつなげれる感じですね。デュアルディスプレイ、横にこう、iPad Pro 置いて、Mac でこう作業するみたいなこともできたりするので、なんでカフェとかで気軽にね、こうサブディスプレイね、デュアルディスプレイ環境で、作業したりとか、はい、ちょっと2つ持ち運ぶとちょっと重いっていうのはあるんですけども、便利かなと思います。はい、MacBook のそのディスプレイメニューっていうのがあるんですけども、そこからもうすぐ簡単にね、つなげれるんですよね。使ってみて良かった点3つ目ですね。はい、やっぱり iPad なんで、やっぱコンテンツ消費ですね。ここに関しては非常に最強というか、動画とかね、やっぱ読書に関してはめちゃめちゃいいですね。YouTube とかもね、もちろんですし、やっぱこうマジックキーボードを PC の状態からこう外して、すぐこう、動画見たりとか、読書できたりできるっていうのがね、これやっぱめちゃめちゃいいですよね。ですぐこう戻せるっていうのも。動画はもちろんなんですけど、僕はやっぱ Netflix とかね、映画とかですよね。最近東京リベンジャーズとかめちゃめちゃハマってますけども、サイズ感がやっぱなかなか結構絶妙かなっていうところなんですよね、11インチは。12.9 インチもね、さらにいい画面だったらそっちも楽しめると思うんですけど、やっぱ画面とかもね、やっぱ MacBook より600ニットっていう明るさなので、結構やっぱ明るめなんですよね。普通に画質もね、正直十分かなっていうところではありますね。はい。あとはやっぱ Kindle とか、電子書籍とかね、雑誌とかがね、めちゃめちゃいいんですよね。読書もできますし、活字普通に文字を読むのもいいんですけど、やっぱ漫画をね、こう横の開きで見れるっていうのがめちゃめちゃいいんですよね。横向きで見ると、漫画をね、本当に読んでる見開きの状態で、漫画って見るじゃないですか、本の状態だと。そういった形で見れるんで、これ結構好きなんですよね。その体験にやっぱ近い、本当に漫画を読んでる体験に近い形で読めるんで、これ結構いいかなっていう感じですよね。
はい、あと雑誌に関しても見開きで、見ることもできたりするし、縦にして普通に雑誌として、見ることもできますし、ガジェット系のこういった雑誌とかもそうなんですけども、やっぱり結構ビジュアルを重視したものですよね。ファッション系の雑誌とかデザインに関する本とか、そういったものでやっぱタブレットで読むのがねいいかなと思いました。はい、で続いては1ヶ月使ってみてちょっとここはいまいちかなと思った点ですね。まず1つ目、バッテリー持ちなんですけども、バッテリー駆動時間は Wi-Fi で一応インターネット利用とかビデオ再生で10時間かな、セルラーモデルで確か9時間とかだったと思うんですけども、はい、以前のモデルと特に一緒っていう形ですね。特別別にそれでじゃあ少ないかなってそんな感じはしないんですが、やっぱりね M1 の MacBook Air とかがめちゃめちゃ電池持ちがねいいんですよね。14時間ぐらい確か持つんですよ。これが良すぎるっていうのが僕の感覚からするとなんか減りが早いなっていうのがあって、同じような感覚で使うともう 50% 切ってるなみたいな使いになっちゃうんですね。はい、結構やっぱがっつりゲームとかするとね、動画とかゴリゴリ見ちゃうと減るの早いなっていう思う時はありましたね。ただ普通に普段使いの部分ではそんな問題ないかなと思いますね。で2つ目としては、外部ディスプレイね、接続した時のちょっと表示が微妙っていうところなんですけども、 iPad Pro も、外部のディスプレイね Type-C でつないで、映すってことがね、普通のパソコンみたいにできたりはするんですけども、ただ表示はねただのミラーリングっていうものなんですよね。はい、どういうことかというと、単純に本当 iPad Pro の画面をただ本当に映しただけっていう感じですよ。ミラーリングなんでもう鏡みたいな感じですよね。なんでディスプレイ多分大きさとかにもねよるかもしれないんですけども、なんか横にね謎の黒い線というか謎の空間がね、あるんですよね。何これみたいなこれは前のね、モデルからずっとあることなんで、多分中身というかソフトウェアのね問題ではあるんですけど、 OS の、はい、例えばじゃあ MacBook であれば全体をもうつないだら、自然と合うようにね、マッチさせてくれたりとか、もちろんカスタムとかもできたりするので、これはもう本当ね前からやっぱ言ったようにね OS の外部ディスプレイね問題がずっとあるんで、これちょっとどうにかしてほしいですね。でどうやら新しいね OS の iPadOS15 でも同じみたいなんですよ。なんでここはまだ時間がかかるのかなっていうところですね。もうちょっと使えることは使えるんですけども、微妙かなっていうところ。はい。つまりとしては、アプリ対応ですね。さっき言ったように非常にアプリ対応が少ないという、やっぱかゆいところにねやっぱちょっと手が届かないっていうね、ここもなんか OS の問題な気がするんですけども、基本的に MacBook との違いになるんですが、例えば僕、MacBook Air で Alfred っていうねランチャーアプリっていうアプリを起動するアプリっていうのがあってですね、そこに例えばショートカットとか入れとけば、多分2文字ぐらい打ったらそのページがポンって出てくるとか、Twitter 起動したりとかね、すぐ起動したりとかできるんですけども、 iPad やっぱ OS ではどうしてもねこういうのがなかったりとか、スポットライト検索とか一応あるっちゃあるんですけど、あとGoogle Chrome だとブラウザーで拡張機能っていうのがあるんで、いろいろ Amazon のね値段の価格を見れたりとか、ちょっとアプリの名前忘れちゃったけど、そういったものもねやっぱ使えないんですよね。頑張れば使えるみたいなんですけど、はい、例えばなんですけど、僕は結構海外のサイトね、から情報を取ってきたりするんですけども、もちろん英語で原文で読むっていうこともあるんですが、最近結構もうめんどくさくて翻訳してね、見るってことも多いんですけど、パソコン版だとね PC 版だと一瞬でなんかページ自体ピュッてね、翻訳してくれるんですが、iPad Chrome とかだとなかなかそれができなかったり、おそらく多分コピペして翻訳サイトがぶち込んだらもしかしたらいけるかもしれないんですけど、めんどくさいじゃないですかそれいちいちね。ここら辺のちょっとかゆいところにねやっぱ手が届かないなっていうのはありますかね。基本的にはやっぱこの OS のね中身の問題なので、仕方ないんですけども、やっぱどうしてもやっぱ作業効率とかっていうね意味で見ていくと iPad はちょっとやっぱ劣るなっていうところはあります。 Mac にはかなわないかなっていうところですね。これがどうしてもやっぱPC というかパソコンではないっていうね、あくまでやっぱタブレットっていう位置づけなのかなっていうところですね。はい、じゃあここは踏まえた上で、じゃあ最後にですね、じゃあ iPad Pro を買った方がいいのかどうかってことですね。買うべきかどうかっていうところですね。はい。でまずじゃあ買った方がいいかなっておすすめの方ですね。こういう人は買った方がいいんじゃないかなっていう方はですね、基本的にやっぱパソコンでやっぱ資料作成とかですね、さっき言ったテキストベースの作業、データの整理とか閲覧したりとか、そういった資料作成ベースであればですね、軽さとか持ち運びとか、そういったことも含めてですね、非常にやっぱ使いやすいというかおすすめなんじゃないかなと。あとはやっぱこういった Apple Pencil とか、取って、ノートをね取ったりとか、デザインとかね、お絵描きとか、そういったことねやっぱり仕事で必要だとか、そういったことも非常にねやっぱ iPad Pro とかね強みなので非常にいいんじゃないかなと思います。イメージとしては資料作成とかでは会社員の方とかになるのかなっていうところで、
ワード、エクセルとかパワーポイントとかももちろん使えますし、Google、さっき言ったスプレッドシートとかもう僕は使ってるんですけども、 Google のサービスとか、メール返信とかね、そういった作業をね、日常的にしてるとか、カフェでやるとか、そういうのに非常に、ね、いいんじゃないかと思いますね。あとはやっぱノートをね取るとかっていう場面で、やっぱ資格の例えば学習とかですね、普通に勉強、学生の方ですね、大学の授業でちょっとノート取るとか、ノートテイキングとか、これやっぱね大学生とかめちゃめちゃいいんじゃないかなと思いますけどね。もっともう大学生の時使いたかったなっていうね、思うんですけど、iPad でこれ全然いいなって感じですよね。もちろんで仕事とかそういった授業の時も使えますし、じゃあやっぱ休みの日にじゃあ YouTube 見たりとか Netflix 見たりとか、そういったコンテンツ消費もやっぱりやりやすいので、とりあえずこれ1個あれば大丈夫だよねっていう感じですよね。あと容量に関してなんですけども、僕今回128ギガモデル買ったんですよね。アプリ20個ぐらい入れた程度なんですけども、それぐらいだとね、あと容量見てみたんですけど32ギガぐらいのまだ商品なんですよね。なので、テキストベースで使う分にはね、そんな動画とかどんどんね、写真とかゴリゴリ入れない限りは128で多分全然大丈夫かなっていうね、感じですよね。もし長く使いたいとかであれば、256ギガ以上がおすすめではあるんですけどね。逆にちょっと今回 iPad Pro ですね。iPad Pro。こういった方はね、おすすめしない人ですね。こういった方はちょっとやめた方がいいんじゃないかなっていうのはですね、MacBook をね、やっぱ代わりにしたいとか、やっぱメインマシンとしてやっぱ使いたいとか、そういった方はちょっときついかなっていうところですね。例えば仕事でじゃあ動画編集やってますとか、デザインやってますとか、デザイナーの方とかプログラマーで iPad Pro だけでちょっと担うっていうのは、正直、頑張ればね、いけなくはないのかもしれないですけど、ちょっとおすすめはできないかなっていうところですね。Mac とか、仮にやっぱ Mac とか他にパソコン持ってて、じゃあサブとして、じゃあ iPad 使うとか、デザイン用として iPad を買うとか、そういった点ではね、非常にすごいね、優れたマシンだと思うんですけどね、サブ機としてはって感じですね。まず1個目のね、おすすめできない理由としては、やっぱアプリ対応なんですよね。そこにやっぱ限りがあるっていうところで、機能的な限りもそうですし、例えば僕の場合で言うと、Final Cut Pro ってね、動画編集のアプリで編集をね、してるんですけども、それはやっぱ iPad では使えなかったりしますし、あと音楽編集だと Logic Pro とかね、そういった、Apple のプロ向けアプリでも使えないっていうところですね。Adobe のね、プレミアとか、そこら辺もそうなんですけども、Photoshop とか、イラストレーターももちろんね、対応はしてるんですけども、やっぱりね、パソコンのアプリとかと比べるとなんかちょっと使いづらいんですよね。パソコンでやっぱ普段やっぱ仕事してる人からすると、ちょっと使いづらいかなっていうのはあると思います。ただ逆に iPad Pro 普段使ってて、慣れてればこっちがいいのかなっていう感じもするんですけどね。結局どっちに慣れてるかっていうところになるんですが、あとやっぱ作業効率とかの部分では、さっき言ったようにそのかゆいねところに非常にちょっと手が届かないので、個人的にはやっぱプロの人がメインで使うことを考えるときついかなっていうところですね。作業効率非常にやっぱ大事になってきますんで、まだちょっときついなっていうところでね。ただそこら辺はですね、Apple も、分かってると思うんで、今後プロ向けアプリがね、本当対応してくれればでね、そういった機能とかアプリとかが出てきてくれればっていうところなんですけども、ここは今後期待したいかなと思います。でまたちょっとさらにね、使ってみてね、3ヶ月半年とか使ってみてレビューとかしてみたいと思いますので、また気になる方はぜひチャンネル登録していただければと思います。はい。ということで、こちらの動画少しでもね、役に立ったと思った方はですね、チャンネル登録、ぜひ、グッドボタンお願いいたします。コメントもね、気軽にお待ちしてますので、気になることなんでも、気軽にね、コメントしていただければと思います。じゃあ次回の動画でお会いしましょう。良い一日をお過ごしください。バイバーイ。